様こんにちは、セリナです。今回はリニューアルをしたグレートポーボーテのプードルトランスパラント NM、リニューアル前後の違いと人気のクレストタイプ、プードルコンパクトエサンシール N と比較しながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではリニューアルをしたグレートポーボーテのルースパウダーをリニューアル前後の違いの比較はもちろん人気のクレストタイプとの違いをそれぞれの塗り心地、室内と自然光で見た時の違い、香り、2時間後のマスク補正に分けて比較していきますので、パウダー選びにお悩みの方に少しでも参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。グレートポーボーテプードルトランスパラント NM、 肌の内側から輝きを放つように光を操り、毛穴、小じわ、くすみなどの肌悩みを自然に目立たなくしながら磨き上げられたように品格あふれる仕上がりを演出。ファンデーションの美しさを際立たせながら日中の化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりを長時間持続。日中の乾燥から肌を守るスキンケア成分配合。乾燥の気にならない美しい肌を保ちます。天然ローズエッセンスなどを調合した香り。それでは進化したプードルトランスパラント。まずはリニューアル前とリニューアル後の違いを比較していきます。まずはこちら側にリニューアル前を塗っていきます。付属のパフを使って肌全体に軽くのせていきます。リニューアル前の方は数年前のホリデー限定デザインのアイテムを使用しているので、デザインは異なりますが、付属のパフの大きさや質感などは変わらずです。パフで塗ってもこんな感じで、パウダーがかなり微細なので、粉っぽさや重たさはなく、滑らかで自然な肌に整えてくれるのが特徴でした。では、こちら側にリニューアル後を塗っていきます。リニューアル後の方が、さらにパウダーの粒子が細かくて、肌にスッと馴染んでいくような感じがアップしています。しっかりパウダーを塗りますが、肌へのフィット感がより高まった感じがします。はい、こちら側にリニューアル前、反対側にリニューアル後を塗ってみました。それぞれ付属のパフを使って同じくらいの量をしっかり塗ってみましたが、リニューアル後の方がさらにパウダーの粒子が細かくなっていて、肌に溶け込むように馴染んでくれます。そしてこの肌なじみの良さが仕上がりにも影響していて、リニューアル後の方が光の反射が強くて、ファンデーションの油分感は落ち着いていますが、マットに寄りすぎない光を集めたような自然な肌に仕上がっています。近くで見るとこんな感じです。どちらも厚みがなくとても綺麗ですが、比較をするとやはりリニューアル後の方がさらに肌なじみが良くなっていて、自然な素肌の透け感が残っています。アップで比較するとこんな感じの違いです。カラーについてはどちらも同じ1番のライトを使用していますが、色味が変わった感じはしないので、リニューアル前から愛用されている方も安心して移行しやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも強すぎずマットすぎない自然な仕上がりですが、やはりリニューアル後の方が顔の中心に自然に光を集める感じがわかりやすいと思います。より肌っぽさやファンデーションの良さを生かしてくれるパウダーに進化したなと思います。そして肌表面を触った感じも、どちらもパフを使ってたっぷり塗っているのに、粉っぽさやパサつきがないところは同じですが、リニューアル後の方が肌表面がつるんと仕上がっています。肌なじみの良さはアップしたのに、パウダーでしっかり肌表面を覆ってくれるフェイスパウダーとしての機能は高まったように感じます。重たくならない自然で上質な肌に仕上げたい方にかなりおすすめです。香りについてもブランドサイトに記載のある通りのローズ系の柔らかなスキンケアの香りで、香りの種類、強さともに変化を感じなかったです。
では、この状態のまま4時間ほどマスクで過ごして、崩れについて比較していきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての柔らかなしっとり感を保ってくれましたが、比較的皮脂崩れやテカリも強く、塗りたてのままの自然な肌イメージを保ってくれています。近くで見るとこんな感じです。小鼻の横にパウダーが溜まったり、マスクの摩擦でベースメイクが揺れる感じもしなかったので、かなりしっとりしていて粉っぽさを抑えたパウダーですが、フェイスパウダーとしてのよれや崩れをブロックする機能も高かったです。リニューアル前と比較をしても崩れにくさもそこまで大きな変化は感じなかったです。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、よりサーダっぽい仕上がりになったリニューアル後の方が小鼻の横にもベタつきを全く感じなくて、塗りたての時のようなつるんと滑らかな肌をキープしてくれます。しっとりしていて粉感がないタイプなので、乾燥肌の方にかなりおすすめですが、皮脂が気になる肌タイプの方にもすごく使いやすいパウダーだなと思いました。続いてはこちら。ルースタイプのブードルトランスパラントとプレストタイプの人気パウダー、ブードルコンパクトエサンシェールを比較していきたいと思います。すでにこちら側にはルースタイプを塗ってあるので、反対側にプレストを塗っていきます。今回は付属のパフを使って塗っていきます。こちらのプレストは日中の肌変化に応じて、乾燥が気になるところにはしっかり保湿成分を与えて、皮脂が気になるところは皮脂をブロックしてくれるというとても優秀な機能で人気のアイテムです。パフでしっかり塗っていくとこんな感じで柔らかいセミマット肌に仕上がります。はい、こちら側にルース、反対側にプレストをそれぞれ付属のパフを使って塗ってみました。どちらもしっとりしていて柔らかい粉質で乾燥が気になる時にも塗りやすいスキンケアパウダーというところは共通していますが、仕上がりが大きく違くて、ルースタイプは自然に光を反射するナチュラルな肌に仕上がるのに対して、プレストタイプは毛穴凹凸を感じさせないようなスッキリしたソフトマット肌に仕上がります。近くで見るとこんな感じです。ルースタイプは程よく素肌の透け感が残っているのに対して、プレストタイプは毛穴凹凸をしっかり埋めてカバーしてくれます。アップで比較するとこんな感じです。パウダーを塗っている感や粉っぽさをなるべく抑えたいという方はルースタイプがおすすめ。しっとりしたパウダーで毛穴凹凸を埋めるように補正したいという方はプレストタイプがおすすめです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとそれぞれの仕上がりの違いとカバー力の違いもわかりやすいと思います。サラダっぽい仕上がりがお好みの方はルースがおすすめ。パウダーでしっかり毛穴をカバーしたい方はプレストがおすすめです。肌表面を触った感じは、ルースタイプの方がやはり粉感を感じにくくて、自然につるんとした仕上がり。プレストタイプはしっとりしたパウダーで肌表面を滑らかに整えてくれている感じがします。どちらもパサついてしまったり、乾燥する感じは気にならないので、乾燥肌の方にも安心して使いやすいと思います。香りの種類と香りの強さについては、大体どちらも同じくらいです。では、この状態でマスクをして4時間ほど過ごしてみて、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたてのしっとり感を持続してくれていましたが、テカリや皮脂、マスクの摩擦にも強く、崩れも気になりにくかったです。近くで見るとこんな感じです。新作のルースパウダーもとても綺麗ですが、やはり比較をすると、プレストの方が小鼻の横に皮脂が出ている感じもさらに気になりにくく、塗りたてのカバー力も保っている感じがします。アップで比較するとこんな感じの違いです。ただやはり肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきを感じないので、よりテカリに強くカバー力をお求めの方はプレストがおすすめ。しっとりしていて自然な肌っぽい仕上がりながらも
皮脂や汗崩れをカバーしてくれるタイプをお探しの方は、ルースがおすすめかなと思います。はい、ではこんな感じで、リニューアルをしたグレートポー4店のルースパウダーをご紹介していきました。しっとり柔らかな粉質はそのままに、より粉っぽさがなくなって、自然な透け感と光を反射する仕上がりがとても綺麗でした。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問や、こんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。